夫です。皆さんが一番気になっていた僕たちの年齢と僕たちの出会いについて、説明していきたいと思います。はい。はい。ではまず僕たちの年齢なんですけども、僕は6歳です。私は24です。だから、韓国の年では僕は20で25。25ですね。はい。はい。ってことです。はい。驚きましたか皆さん。はい。早く次。これ。次は怖。僕たちの出会いについて説明します。はい。まず僕たちが出会ったのは韓国のプサンで出会いました。はい。でそれは僕が高校を卒業してからのちょっと大学入るまで休みの間に旅行に行こうと思って、それで韓国を選んで、はい、それがきっかけで僕は韓国に行きました。それで韓国に行って、でもう僕たちの出会いはもう突然です。1日目から出会いました。はい、普通に僕は夜ご飯を食べるつもりで韓国にせっかく来たし、めちゃくちゃ美味しい韓国らしい食べ物食べたくて、はい、それでねネットで探したら、はい、ケミジというお店が、ケミジさん、はい、そうです。合ってる、はい、そこのお店をね見つけてね、はい、行くことにしました。はい、でね行ってみるとすごい人がやっぱり並んでるわけですよ、人気なのか。そうですね。で僕もそこに並んで、周りをねこうおーみたいな、韓国かみたいな感じで見てたら、目が止まったわけですよ。なんで目が止まったかってね、とてつもなくねお美しいな女の人がいるんですよ。前の前に。친구랑 1박으로 부산으로 그때 여행을 갔어요. 그리고 광안리 야경을 보려고, 바다 야경 보려고 근처에 있는 김희지에서 밥을 먹으려고 줄을 서는데 얘가 오는 거예요. 딱 보니까 제가 캐나다 어학연수를 한 적이 있어가지고 일본인 친구가 굉장히 많은데 딱 그런 일본인스러운 복장을 해가지고 일본인이구나 생각을 했죠. 근데 얘가 저를 자꾸 쳐다보길래 뭐 계속 야 뒤에 귀엽다 아니야? 일본인임? 진짜 귀엽다. 이런 식으로 그런 상황이었어요. 네? そうですね。でそれで、僕がそのユンちゃんを見つけて、僕は何度も見たんですよ。ね、とても見ちゃったんですよ。見たくなくても。でもね、それでもユンちゃんが僕を見つけてしまいまして、ユンちゃんを気づいちゃいまして、ね、僕のことを何度も見てきました。その時は僕なんでかわからなかったんですけど。目はトモちゃんのこと見て、口は友達に「や、쟤 귀엽다 아니야? かわいいかわいい」って私のタイプもそんな感じで、こう見るだけで終わって、でそのままお店入って、でその後僕はご飯食べて海を写真を撮る予定だったんで、そのまま早くご飯食べて行きましたよ、海に。で出ていく時にまたユンちゃんおったんで、その時は最後かなと思って思いっきり見て帰りました。気づいてなかった。でも僕もあの時最後だと思ってたんですけど、またね、とても驚くべきことが起こったんですよ。またいたんですよ、ユン氏が。저도 밥을 다 먹고 야경을 보러 가려고 했었기 때문에 이렇게 바다로 가니까 도모가 멀리서 사진을 찍고 있는 거예요. 이렇게 그냥 여행도 왔겠다? 말을 너무 걸고 싶어가지고, 너무 귀여워가지고 말을 걸고 싶어서 일단 다가갔어요. 그래서 당연히 사진 찍어주세요 하니까 얘는 한국어 모르니까 sorry, I can speak Korean 해가지고 제가 그러냐고 미안하다고 영어로 다시 사진 좀 찍어줄 수 있겠냐 하니까 얘가 오케이 해가지고 사진을 찍어줬어요. 일본어가 듣는 거는 좀 됐는데 말하는 거는 말한 경험도 없고 그냥 일본인 친구들이랑 단어로 장난치는 그런 수준이었기 때문에 얘한테도 근데 그런 식으로 단어로 막 엄청 장난치면서 그렇게 사진도 찍어주면서 막 한 30분 정도 그렇게 얘기를 했어요. それで話の流れで僕がユンちゃんに何歳ですかって聞いたら、韓国では25歳ですけど、日本の年では23歳ですそうですね。言ったんですよ。その時のなんかすごく可愛くて、ユンちゃんはなんかすごいなんかファッションもすごいなんか今のなんか大学生って感じ、勝手に僕はそう思ったんで、私卒業もう卒業式だったけど、だからもっとなんか20歳ぐらいか21とかもそれは違うんでしょ。で
聞いて嬉しいあみたいな、うん僕未成年だと思ってそうだな、で僕で絶対僕やばい俺絶対聞かれるやんと思って、うんこれを絶対言ったらあかんと思って俺、うんうんうんでユンちゃんがこう何歳ですかって聞く前に俺がなんかあ UFO だみたいな感じで話をそらしたんですよあとうんさすがに未成年者はそれを感じて言いませんでした、うん僕ね5歳はちょっとって思ったけど、まあ、でもこの子外国人だしここに一人で旅行来たからもう当然21歳22歳ぐらいかなとそんなわけでそう思ってもう聞かなかったんですよ。それでその話で私に日本旅行めちゃくちゃ行きますってで大阪も行くかもしれないんですってなんか冗談でともちゃんに私大阪行ったらなんかいろんなところを紹介してくださいって私が言いました、ねともちゃんがじゃあ僕でよければ全然言いますよっつって、うんうんでそれでうん LINE 聞いてんね、俺はうんで、それで交換しましたはいでそれでその後もちょっと喋ってもう時間も遅かったんでバイバイして、うん僕はもう LINE さえゲットしたから繋がったそこでバイバイして、僕はホテルに急いで帰りました、はい私もあそこでバイバイするのはって思って思い切って言ったんですよ。明日何しますか、もしよければもう一度僕助けませんか。なんで私が気に入ったいやなんかいやそういうことじゃないでも今の積んでるとにかくそう聞かれて私は明日ご飯食べて帰りますって言ったらともちゃんが言ってよそうご飯食べて帰りますって言ったんですよ。じゃあ僕がぜひ僕もお願いしますって言ったらゆんちゃんも友達も OK してくれたんで、じゃあ行きますって言って行ったんです、2日目ね、でそこでもいっぱいご飯食べて、いっぱいおしゃべりして、楽しくして、で日本に帰って、LINE も続いてて、ね、もうやっぱ LINE が続けばこれはチャンスと思って僕はね、電話をしようと言いました、ね、でじゃあ OK と思って、私お互い様で私たちめちゃくちゃ暇だったのでだから毎日5時間6時間ぐらい話しました、本当に毎日、もちろん電話の時仲良くなってともちゃんが私実は告白することがありますって年も言いました。で初めて聞いた時はめちゃくちゃショックだったけど、めちゃくちゃ大人っぽい本当にショックだ。私の弟より若いからごめんなさいじゃないでそんな長くいっぱい電話したからやっぱり深い電話もしましたよ。しました。めちゃくちゃしました。でもその電話のおかげで僕はゆんちゃんのその性格とか、そういうのもいろいろね感じ取れてね、どんどんね、気になる存在に近づいていったわけです、すごくね深い話しましたよ。恋愛観この子めちゃくちゃ変わってるんですよ。そうっていうか誰も分かってくれへんから、僕の恋愛観といえば、ね簡単に言ったらこれまでね生きてきてねもう最終ねもう今感じてもすごく感じるのは、もうやっぱり人生ね一人付き合う人は一人っていうのが、恋人は一人、だって人生は短いから言っちゃうそうなんですよね、最近思うのがやっぱりもう結婚したらずっといるじゃないですか。でやっぱ結婚して最後に思うことはもっと早くもっと長くしてたらよかったのにとか思うわけですよ、もう最後ね愛する人なら当然ですよ、だから一人と長く生きたいって言ってるから、それも同じ年の高校の男たちは全然理解くれないのが当然でしょみんなこれから楽しむぜそうだよ、そうだよ。だから私も本当にびっくりしたこれ聞いて。で話してたらやっぱり価値観もやっぱり会うところも多々多くあって、おおと思って、すごくそこでも距離が近づくなってきましたね、でそこで話してたら、やっぱり会いたいですって言いました僕、ね、会いたいもしやってくださいお願いしますってね絶対も
難しいって言われるだろうなと思ったけど、来てくれるならいいよって言うから、俺来たらいける、もうね飛行機チケッ飛ト行機が買って1泊2日ですけどね、はいもう飛びましたよ。はい羽ばたきました僕。来ました、はい、で来たらねまたねおるんですよ。またユンちゃんが着いたらこんな顔で可愛らしい。ごめんなさい皆さん、ちょっと場所がチェンジはいなんか黒くなくて、はい、ね、それで、そこででも今度は2人だったんで、もっともっとね2人のことをよく知れて、ね、前よりよかったですね。もうユンちゃんに対してすごいもうね恋愛の気持ちも強くなって、ね、なんか今まで感じたことないような、この人といたらみたいなことを想像してしまってね、もうちょっと絶対これ言わなみたいな、でこれ言わんと帰ったら絶対人生なんかもう変わってるし、絶対人生もうなんか後悔してる自分がおると思って、僕はもうさよならってするときに、その帰るときに、ユンちゃんに僕の思いをそれ手伝いました。それが本当にびっくりしました。なんかお互い様で好感があるのはしてたけど、ともちゃんの恋愛観聞いて、一人人生は一人で十分、まあ本当に結婚まで考えなければもう付き合わない、中途半端な気持ちで絶対付き合わない、もうこんな感じでいたから、私は絶対だったら私はダメか、5歳年上だし外国人だし、なんかめっちゃ未来が良くない、不安ばっかりなそんな状態だったので、私は違うかな、もうよし友達になろうと思ったけど、急にそんなに告白してびっくりしました。付き合ってくださいって言って、私があんまり男の子と信じられないタイプなので、ともちゃんも大学も行くし、大学行ったら新しい環境で新しい人たくさん会うのに、どうやってそれなんか気持ちが変わるならどうしよう、で私たち遠距離になるのに、そんなにめちゃくちゃ不安な話をしたんですけど、なんかこれがあってダメ、これがあってダメ、これならって言ったけど、ともちゃんは真剣な目で私はゆいちゃんのことを 100% 幸せにしてくれる自信があるって。私ゆいちゃん絶対これは、付き合ったからにはそんな中途半端なことはせえへんし、やっぱ男として、やっぱ一人の人を愛していこうと、これはまあ大学って言ったらまあ楽しい時期とか言われてるじゃないですか、そうですね。でもやっぱりそういう楽しみ方もありますよ大学は、いろんな人と出会いますし、いろんなことできることが増えるし、でも俺はそれより、やっぱりユンちゃんと恋愛する方がやっぱ、だからサークルも入らないし、友達のちなみにね大学入って友達とも一回もそんなことないしね、サークルもいいもん絶対入れへんしそうですね、本当にもうとにかくそんなに時間あらばユンちゃんみたいな、そんなに言うから、なんか私もでも信じられないって言ったら、ともちゃんがだったら1ヶ月ぐらいだけ私のことを見といてって、私本当に証明するからって言われて、もう1ヶ月ぐらいは私暇だし、でなんか本当に付き合って、今まで付き合ってともちゃんの人生には私が一番、本当に絶対的な一番、つってて絶対一番なのを私がすごくなんか感じれる、そんな恋愛をしています、はい、だからまあ幸せです幸せです、はい、でもちろん喧嘩もします、喧嘩した後でもはい、なんか、出会うことには全てのタイミングが良かったんですよ、ちょっとでも違かったら会えなかった、そんな状況。だから僕もこの出会いは本当になんかすごい人生に意味を感じてますし、私も出会いに意味を感じましたね、とてもね出会ってから今もですけど、とてもやっぱり幸せです、正解でした、これがはいこれがまあこんな感じですね、はい、普詳しく言通のったら、話です、もっと詳しく話せるんですけど、本当に話したらすごく長くなるんで、皆さん
こんな長い話最後まで聞いてくださった方々ありがとうございます。今日はこのめちゃくちゃ多かったこの2つの質問を答えました、けどやっぱり皆さんやっぱいろいろあると思います。いっぱいたくさん他にも、聞きたいことが、で次はそういう質問に答える、動画を作りたいと思っているので、はい、ここにちゃんともうインスタ貼ってるんで、はい、そこに来てもらって DM で質問来てください。来てください。でそこでまた僕たちが選んではい、答えしていきたいと思います。じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。